こんにちは、みるみるです。この動画は過去4本の動画にわたって紹介してきた工作する刃の新カード情報のまとめです。公開当初とは評価が変わったカードは追記の形で修正しています。今までの動画はコナン TCG 公式 X の公開に合わせて紹介してきましたが、全カード公開されたこともあり紹介はほぼ ID 順にしています。ミステリーレアモーリラン&江戸川コナン突撃パートナー青宣言ターン1ターン終了時まで LP マイナスにする。キャラを1枚まで選びスリークさせる。宣言ターン1カードを1枚引く。自分の手札が5枚以上ある場合、手札を1枚リムーブする。この能力は自分のキャラが3枚以上いて合計 LP2 以下の場合に宣言できるパートナーエリア宣言か。ミステリーレアは2体のキャラの特徴を兼ね備えますが、なんと特徴5種持ちと If ハッピーセットのような状態になっています。自身のコストで LP を下げることで LP0 になれるため LP0 のモーリランと合わせて採用されることが多い。レベル5コナンやレベル6新一とは相性が良いですね。パートナーエリア宣言可能なドロー能力はネクストヒントで LP2 のレベル8キャラを登場させた場合、さらに続いてのネクストヒントで LP0 のキャラを登場させないとドローができないため条件がやや厳しいように感じます。とはいえレベル7モーリランの突撃付与のために手札を捨てた直後にこの能力を発動できれば手札をリムーブしなくても良いタイミングもあり得るのでテクニカルなカードになりそうです。このように現場の LP の総数で能力が発動するカードが1枚くらい出るかと思っていましたが出ませんでしたね。レベル7駆動新1絆モーリラン相手ターン中自分の現場にいるカード名モーリランを AP 足す1000する。宣言スリープ手札からカード名モーリランを1枚公開する。相手の現場にいるレベル7以下のキャラを1枚までデッキ下に移す。全体的な印象としては小型になった4段駆動新1のような能力。レベル8モーリランとこのカードが存在していれば相手ターン中も AP9000 になることができ多くの除去能力に対して耐性のあるモーリランを作ることができます。またレベル8以下除去が効かないレベル9モーリランと現場に立たせれば極めて突破が難しくなるでしょう。青のレベル7カードとしては1段から不動の地位を確立していたレベル7ランを脅かす存在となるのでしょうか。現場を制する能力はこちらの新1に軍配が上がりますがレベル7ランのレベル5コナンやレベル6新1と絡めた連続アクションによるゲームエンド能力も魅力的。ちなみに背景の模様はラン演じるハート姫と謎の騎士スペイド王子からでしょう。デザイン的にはハート姫のモーリランが登場しても良さそうな予感。ハート姫出ませんでしたね。レベル8アガサヒロシついに出たレベル8のアガサ博士。登場時自分のリムーブエリアにある少年探偵団のキャラを2枚までこのキャラに重ねる。重ねたキャラのレベルの合計以下のレベルのキャラを1枚までリムーブする。宣言ターン1スリーク自分の現場にいるキャラを1枚まで選びこのキャラの下に重なっているカード2枚までそのキャラの下に重ねる。登場時に条件はありますが相手のキャラをリムーブする能力と宣言スリープで自身に重なっているカードを他のキャラに移せる能力を持っています。リムーブに少年探偵団がいる必要がありますが高レベルのキャラも除去できさらに結成少年探偵団のようなカードに2枚重ねることで能力をパワーアップできる能力。正直この能力だけだとまずまずといった感じなのですがちなみにカードイラストは2元ミステリーのラスト。ベルモットによってコナンがピンチに陥りそのコナンのもとに急行するシリアスなシーンですね。レベル7石川五右衛門人形このイベントを自分の現場にいる青のキャラ1枚にセットする。このイベントがセットされている少年探偵団キャラはコンタクト中 AP+2000 を持つ。自分か相手のターン終了時にセットされているこのイベントをリムーブしてもよい。そうした場合自分のリムーブエリアにあるレベル8以下のアガサ博士を1枚までスリープで登場させる。まずはシンプルな少年探偵団コンタクト中 AP+2000 のセットイベントとしての効果。そして注目したいのがターン終了時にこのイベントカードのみをリムーブすることでリムーブエリアのレベル8以下のアガサ博士を登場させることができます。あらかじめリムーブエリアにアガサ博士を準備する必要はありますがレベル7のカードからレベル8キャラが登場するのは実に強力ですね。石川五右衛門人形は湯煙密室のシナリオで登場したアガサ博士の発明品の一つ。この人形が壊れたことでアガサ博士が呼び出されエピソードが始まります。この2枚を使ったデッキの対戦動画を公開しています。レベル5江戸川コナン解決編突撃自分ターン中このキャラの下に重なっているカード1枚につき AP+1000 登場時自分のデッキのカードを上から1枚リムーブする。自分のリムーブエリアにある探偵か少年探偵団のキャラを2枚まで選びこのキャラの下に重ねる。
自力で AP6000 になるレベル5江戸川コナンですね。というと一段 R レベル5江戸川コナンで良さそうですが、解決編突撃を持っており、あら頼もしいじゃない。で登場させ AP も上昇させると最大 AP8000 の突撃キャラというなかなかのスペックを持ったキャラになります。レベル5突、ゲンタが事件編でも突撃できますが、レベル6は茨合の兼ね合いを考えるとこちらのコナンに軍配が上がらなくもない気がします。原作では青で高い採用率を誇るレベル4江戸川コナンの直後のシーンであり、2枚手札をリムーブエリアに送る能力とリムーブエリアのカードを2枚重ねる能力が噛み合っていますね。特に追記はなし。レベル7は茨合、ミスリード1、パートナー青以下から1つ選んで行う突撃を持つ。相手の現場のレベル7以下キャラを1枚まで手札に移す。カードを2枚引く。青が苦手とする高校の救世主とも言うべきは茨合が登場。序盤ではレベル7以下除去で盤面のリードを取りつつ、手札が苦しい場面では2ドロー、リーサルの際は突撃ができるなど文句なしの性能ですね。原作でもコナンに対して自身の正体をばらすかどうかの3つの選択肢を迫るシーンですね。この後のシーンが死ぬかもしれないけど試してみるのため、同カードの2ドローがこのカードにも搭載されているのでしょうね。またこのレベル7は茨合を採用するとおそらくレベル7もリランと入れ替えになり、原作のこのシーンのランをどう扱うかという選択肢をデッキ構築段階から突きつけられるデザインとなっているかのようなデザインですね。最近少年探偵団デッキでもプロモレベル7アガサとレベル5ハイゲンセットを採用してファイル7からレベル8キャラを除去するコンボしたり、キャラ突撃与えレベル6愛ちゃんを登場させるのに注目が集まっているため、この2枚のコンボ派かこのレベル7愛ちゃん派かで意見が分かれそうですね。レベル5仮面刃、登場時自分のリムーブエリアに特徴少年探偵団のキャラがある場合ターン終了時までこのキャラは突撃を持つ。このキャラのアクション終了時自分の現場にいる仮面刃以外のキャラを1枚選びこのキャラをそのキャラの下に重ねる。選べる場合必ず選んで重ねる。重ねた場合カードを1枚引く。リムーブエリアに少年探偵団がいれば突撃を得るのはよくと、このキャラのアクション終了時に他のキャラの下敷きになる強制能力を持っています。この仮面刃は結成少年探偵団とセットで使うようにデザインされており、結成少年探偵団を4枚重ね登場させた後にネクストヒントでこの仮面刃を登場させて突撃し、仮面刃のアクション終了時能力で結成少年探偵団の下敷きになることで5枚重ね少年探偵団となり、結成少年探偵団の能力を1ランクアップさせることができます。現在5段で活躍しているような少年探偵団デッキよりもワンショット性能に寄せたデッキにしてみると面白い活躍ができるかもしれません。なぜ仮面刃が結成少年探偵団のサポートカードとしてデザインされたかというと、おそらくこのシーンの登場回のタイトルが結成少年探偵団であり、灰原愛がいない初期4人の少年探偵団で5枚重ね能力を使えるようにしたかったのだと思います。同時に CP のイラストが公開され、なんとめったに出ない幻のハイパーゴールデンカードの完全再現となっています。これはコナングッズとして秀逸でぜひとも4枚集めて猫探し依頼をしたいところですね。実物のカード写真も合わせて投稿され、疑似エンボス加工化がされた CP では異様に豪華な加工が施してあります。ぜひともゲットしたいところですが、もしかするとめったに出ない幻のカードなのかもしれませんね。現在夏パラレルカードが順次公開されていますが、それに負けず劣らずの収集欲をかき立てられるカードですね。レベル2トラカゲ、青で増えつつある猫のカード。相手ターン中現場リムーブ時カードを1枚引き、手札を1枚リムーブする。ひらめき自分の現場に特徴少年探偵団がいる場合、カードを1枚引く。青のレベル2では初となるひらめき持ちのキャラカード。とはいえ、少年探偵団デッキはレベル2で少年探偵団ではないキャラを採用するのはちょっと厳しい印象がしますね。レベル3中道、宣言デッキの下に移す。自分のデッキのカードを上から高校生のキャラが出るまで1枚ずつ公開し、それを手札に加える。初登場はコミックス44巻と結構フル株なサッカー部の中道。能力自体は優秀なものの中道自身もサーチ対象かつ高校生という特徴がかなり広いため、狙ったカードをピンポイントで取りに行くデッキ構築センスが問われますね。レベル6もリラン。パートナーを登場時自分のデッキのカードを上からレベル7以上の工藤新一が出るまで1枚ずつ公開し、それを手札に加える。工藤新一を確定で手札に加えられるもリラン。レベル7以上という指定があるおかげで中盤には必要ない。レベル2やレベル6工藤新一を避けつつ、レベル7やレベル8の工藤新一を確定で取れるのは強力ですね。
レベル7キサキエリから登場させるとかなり強力そうです。青事件カード厄介な難事件。名探偵コナン屈指の名シーンであるビッグベンでの告白シーンが縦型事件カードとして登場。このシーンがある事件はホームズの黙示録なのですが、新一が蘭のことを厄介な難事件と表したところからこの事件カード名になっていますね。解決編手札を1枚リムーブする。解決編宣言ターン1裏向きの証拠を2つ表向きにする。自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中から工藤新一か毛利蘭を1枚まで公開して手札に加え、残りをデッキ下に移す。この能力は自分の現場に工藤新一か毛利蘭がいる場合に宣言できる。能力付き事件カード特有の手札1枚捨てのデメリットがあるものの、証拠2枚めくりと軽めの条件で工藤新一か毛利蘭を手札に加えられる可能性があるのは強力。特にレベル8毛利蘭やレベル6工藤新一のような事件連続アクションできるワンショットパーツを積極的に取っていきたいところですね。工作する刃発売に合わせてイラスト違いの厄介な難事件もらえるキャンペーンが開始されます。続いては鬼丸武士が緑のカードで登場。パートナー緑登場時自分のデッキのカードを上から3枚リムーブしてもよい。そうした場合 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。宣言ターン1スリープ自分の証拠を1つ選び手札に加えてもよい。そうした場合手札からカードを1枚裏向きで証拠として得る。鬼となった鬼丸武士ですが、その割にはシンプルかつ強力、王道な能力となっていますね。既存の緑のカードはひらめきスリープを有しているカードが多いため、そのようなカードを仕込めると有利に立ち回れるかもしれません。ホームページには魔王の力で証拠を動かせば何かが起こると書かれているので、鬼丸一味はひらめき持ちが多いデザインなんでしょうかね。鬼丸一味の大体がひらめき持ちでひらめきを入れ替えつつ戦うデザインとなりました。レベル5天草白時貞。登場時自分の現場にこのキャラ以外の刃のキャラがいる場合、カードを1枚引く。変装事件刃ファイル5以上。ひらめき表向きの証拠を1つまで選び、裏向きにする。登場時にこのカード以外の刃キャラがいると1枚ドローできる能力と、緑のカードとしては初となる変装持ちのキャラカードですが、変装の条件に事件刃の指定があるため採用できるデッキはそう多くないと思われます。カード単体で見るとあまり強力そうではありませんが、他の刃キャラの能力でこのキャラを登場させることができることが多いので、刃デッキでは採用圏内にあると思います。レベル8鬼丸武士。なんと同パックにレベル8として2枚目の鬼丸武士が収録されることに、事件刃登場時手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の刃のキャラを1枚まで選び登場させる。ターン終了時までそのキャラに突撃と、ターン終了時、このキャラが現場にいる場合このキャラを表向きのまま証拠として得る能力を与える。手札コストが必要になったレベル8黒田兵衛の刃版といった感じの能力ですね。AP+2000 の代わりにターン終了時に証拠化する能力を持っています。この能力で登場させたいキャラはケロカイでしょうか。自身の能力で AP6000 かつ証拠化してもひらめきで再度登場させることができます。とはいえレベル8キャラで手札1枚捨ててできることが AP6000 突撃とターン終了時証拠というのは、6段環境で活躍できるかは疑問ですね。レベル4雲男。鬼丸武士の側近として活躍した雲男がついに公開。事件編登場時手札から緑の特徴刃カードを1枚リムーブした場合、カードを2枚ドロー。レベル4の手札入れ替え能力として無難な性能を持っていますが、地味に事件編のみというのが痛いところ。白刃のレベル4峰さやかは何度も現場とリムーブを行き来して手札を入れ替えられますが、こちらは解決編以降は登場させても手札の交換ができません。レベル7佐々木小次郎。鬼丸一味によって復活させられた直後の佐々木小次郎が緑のカードとしても登場。自分ターン中自分の手札にある緑の特徴刃キャラはカットイン AP+2000 を持つ。宣言スリープデッキのカードを上から3枚リムーブする。相手の現場にいるキャラを1枚まで選びこのキャラとのコンタクトを発生させる。手札の緑の刃キャラ全てにカットインを与える能力と、相手のあらゆるキャラとコンタクトを強制的に発生させる。まさに佐々木小次郎の愛党物干し座を表したかのような能力。カードの単体の性能としては規格外ですが、せめて白手で欲しかった1枚ですね。レベル6石川五右衛門。突撃事件。このキャラのアクション事件によって証拠を得た時、カードを1枚引く。自己完結していますが現代の環境において求められるレベル6の水準には達していないような気がします。レベル2鬼丸武士。必須カードですね。レベル7金棒博士。鬼丸のブレインとして活躍した博士。登場時カードを1枚引く。
解決編宣言ターン1スリープ裏向きの証拠を1つ表向きにする。この宣言能力のコストによってひらめきを持つ刃カードが表向きになった場合、そのひらめきの効果を発動させてもよい。 SR レベル8420とは相性が良く、組み合わせることで手札の増強と手札のひらめきカードを即座に発動できますね。刃のカードからはまずはレベル2クローニが登場。クローニは鬼と化した鬼丸が生み出す手下といったところでしょうか。最初の生み出されるシーンこそおどろおどろしいですが、刃のヒロインであるただの女子高生さやかにぶん殴られて気絶するくらい弱く、コミカルな演出が目立つキャラです。レベル5ケロスケ。登場時自分の現場に特徴刃キャラがいる場合、ターン終了時までこのキャラは突撃を持つか、ターン終了時までこのキャラを AP 達成する。ひらめき自分の現場のキャラを1枚まで選びリムーブしてもよい。リムーブした場合、このキャラを登場させる。なんと鬼丸1ミでないケロスケが緑の刃キャラとして登場。白の刃キャラのレベル5突撃派カデトラが公開されていますが、緑の刃キャラのレベル5突撃派このケロ回になるのでしょうか。また現場のキャラと入れ替わる形で登場できるひらめきも持っていますね。レベル7コウモリ男バットマン。発揮集最強のバットマン。パートナー緑突撃キャラ。相手ターン中現場リムーブ時このカードを表向きのまま証拠として得る。ひらめき自分の表向きの証拠を1つまで選び裏向きにする。レベル 7AP5 戦突撃キャラとやや心もとないものの、一度現場に登場させて相手によってリムーブされた場合、証拠となる能力を持っているため、証拠数が多くなってきてリーサルが見えた際に登場させると相当いやらしいかもしれません。レベル2カマキリ男&ナマコ男&人手男。カットイン AP 達成。ひらめき解決編このキャラをスリープ状態で登場させる。レベル8鬼丸武士が証拠入れ替えの能力を持っていたため予想はされていましたが、ひらめきによって登場する鬼丸の発揮集の3名ですね。原作ではこの3名、水道のホースの放水やけり一撃でまとめて撃退されており、3体合わせて AP1000LP0 という弱さは伊達ではありません。ちなみにやたらと気持ち悪いこのカードイラスト、何を見てもふっとなっているかというと背景にぼんやりと描かれていますが、ヒロイン峰さやかの入浴シーンです。またミステリーレア以外でデッキに採用できるカードとしては初の複数名称を持つカードであり、レベル5羽田修吉の宣言能力で例えばナマコ男だけの宣言でも手札に加えられます。まあ羽田修吉とこのカードが共存するデッキが生まれるかは別ですが、レベル6風魔の小太郎。ひらめき事件刃解決編アクション中のキャラを1枚まで選びリムーブする。キャラとしては能力がないもののひらめきで相手キャラを除去できる初のカード。ヘビ男やレベル8鬼丸武士の能力によって積極的に証拠に仕込んでいきたいカードですね。注意したいのはアクション中のキャラをリムーブする能力のため、宣言能力などで表向きした際にはアクション中という条件を満たせずに無効になってしまうケースに気をつけましょう。レベル3ヘビ男。登場時自分の証拠を1つ選び手札に加えてもよい。そうした場合、手札からカードを1枚裏向きで証拠として得る。ひらめきスリープ。証拠入れ替え能力はすでにレベル4水名シエナが持っていますが、あちらは一番上の証拠を取るしかありませんでしたが、こちらはどこの証拠を取るか選べることができ、さらに極めつきはレベル3というレベルのおかげで、先行1ターン目にキャラを登場させた後の先行2ターン目でもパートナー推理からこのヘビ男は証拠の入れ替えが可能となっています。またひらめきも影響力の大きいひらめきスリープというのは強力ですね。レベル3松尾芭蕉。ミスリード1。ひらめきスリープ。レベル3ミスリードとしては初のひらめきスリープ持ちのキャラですね。比較的バランスのいい性能をしています。レベル6三好正解入道。相手の現場にいるキャラがこのキャラとのコンタクトによってリムーブされた時、カードを1枚引く。レベル7もリアンのようなドロー条件を持つキャラカード。先行3ターン目に登場させれれば問題ないものの、それ以降のターンではどうしても何らかの手段で突撃を与えたいところですね。レベル6弁慶。ひらめき解決編手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の刃のキャラを1枚まで選び、スリープ状態で登場させる。キャラカードとしては能力はありませんが、ひらめきとしてリムーブの刃キャラをスリープ状態で登場させることができます。登場させたい緑の刃キャラとしては、戦術したヘビ男や天草素人キサダでしょうか。白まで範囲に含めると峰さやかや正之助など優秀なキャラはいますが、緑白能力付き刃事件の登場に期待ですね。緑白事件は登場せずこのカードの公開後に公開された手札入れ替え能力のある雲男が事件編でないと能力を発動しない噛み合わなさが残念ですね。
レベル6はが味方となるべし。自分の証拠を1つ手札に加えてもよい。そうした場合、手札からカード1枚裏向きで証拠として得る。手札からレベル6以下緑の刃キャラを1枚まで登場させる。証拠入れ替えしつつ、手札のレベル6以下緑刃キャラを登場させられるイベントカード。似たようなイベントとして、取材や FBI などがありますが、いずれも環境で活躍はあまりしていないカードですので、採用する必要はあまりないかもしれません。イベントカードレベル4鬼丸城。イベントカードとひらめきに全く同じ効果を持っており、解決編自分の裏向き証拠を1つまで選び表向きにする。この効果によってひらめきを持つ刃カードが表向きになった場合、そのひらめきの効果を発動させてもよい。裏向きの証拠のひらめきを把握していれば、好きなひらめきを発動できるというような効果を持ったカードですね。ひらめきとして使えれば良いものの、手札から使用するのはかなり厳しい能力といった印象ですね。レベル7風神剣。刃の鬼丸武士が握る風神剣。キャラを1枚まで選びリムーブする。ひらめき事件刃解決編。手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、キャラを1枚まで選びリムーブする。キャラをリムーブするひらめきは風魔の小太郎がありましたが、あれはアクション中のキャラである必要があるため、緑刃にありがちな証拠を自らめくってひらめきを発動させる能力と相性が悪かったです。しかし、こちらは手札を捨てる必要がありますが、ひらめきの発動タイミングは指定がないため、この風神剣を優先して採用していきたいところですね。まずはすでに登場が匂わせられていた特徴刃を含む事件カードとして、緑短事件鬼丸殿下統一プロジェクト、解決編時手札を1枚リムーブ、解決編宣言ターン1裏向きの証拠を3つ表向きにする。このコストで表向きになったひらめきを持つ刃カードを1枚まで選び、そのひらめきの効果を発動させてもよい。能動的にひらめきが発動できるようになる一風変わった能力事件カードですね。口述しますが、緑の刃のカードには強力なひらめきが多くあるので、レベル8鬼丸武士の能力と組み合わせて使いたいところですね。ミステリーレア服部エイジ&北宗氏。なんと北宗氏がミステリーレアで登場。自分ターン中ターン1自分の現場にこのキャラ以外の高校生キャラが登場した時、AP8000 以下のキャラを1枚までリムーブする。宣言ターン1手札を1枚リムーブする。自分の現場にいるキャラを1枚まで選び、ターン終了時まで AP 足す戦士。アクティブ状態のキャラを指定してアクションできるを与えるパートナーエリア宣言か。まずはこのミステリーレアの後に高校生が登場するたびにキャラを1体除去できる能力。なんとミステリーレアとしては初のパートナー職指定がないため、高校生が大谷を八代の多色事件、黄緑パートナーデッキでも採用できそうです。パートナーエリア宣言下の能力は AP 足す1000とアクティブキャラへアクションできるようになるは極めて強力ですね。緑デッキでは採用が見送られがちな迅速の平時や突撃の北宗氏が使いやすくなりそうです。手札をリムーブする必要はあるので、そこは気になるところですね。6段のカードにおいてこのだけを採用した緑単デッキの対戦動画を公開しています。木刀エイジとの相性はとても良いです。レベル8鬼丸武士。コナンの世界の鬼丸武士が SR で登場。パートナー緑突撃。相手の現場にいるキャラをコンタクトでリムーブした時1ドロー。このキャラがアクション事件で証拠を得た時、相手は手札を1枚リムーブする。AP8000 で突撃を持ちつつ、突撃先で増やすか減らすかの差はありますが、手札差を生む能力の鬼丸武士。戦術のここでお歌が100年目とは相性が良く、相手の現場にアクション先が総数2枚あれば2枚分の手札差を生むことができますね。レベル7を北宗氏。パートナー緑突撃キャラ。自分ターン中 AP 足す1000。コンタクトによって相手キャラをリムーブすると1ドローし、手札を1枚リムーブする。ひらめきスリープ。レベル7で実質 AP7000 突撃キャラというのはなかなかの水準であり、さらに手札入れ替え能力とひらめきスリープまで持っています。単体ではかなり強いですが、服部エイジと組み合わせて優秀な能力を持つ遠山和和を置いて、このカードを採用するかは疑問が残るところですね。レベル6遠山和和。絆服部エイジ自分ターン中 AP 足す1000。登場時自分の現場にこのキャラ以外の高校生キャラがいる場合、このキャラは突撃を得る。平時がいると AP6000 突撃になる数は、レベル 6AP6000LP1 突撃というステータスはシンプルに高水準なものの、正直、他のレベル6数はと比較すると見劣りする印象が否めませんね。レベル2服部静香。平時、平蔵、数は限定ですが便利な1ドロー AP 足す1000カットイン。レベル5ここでお歌が100年目。自分の現場にいるキャラを1枚まで選び、タ
ターン終了時まで AP 足す戦士。宣言ターン1相手の現場にいるキャラを1枚まで選び、このキャラとのコンタクトを発生させる、与える。先日公開された緑の佐々木小次郎のようにするイベントカード。このイベントカードの対象は相手のキャラをコンタクトでリムーブすることで、何らかのメリットがある能力を持ったキャラに与えたいところですね。この沖田総司と服部栄一の果たし合いを横で見ている毛利蘭の方が相性が良かったりして、事件カード恋と推理の剣道大会。緑の能力付き事件。能力付き事件共通の解決返事。手札を1枚捨てる能力と、解決編宣言ターン1裏向きの証拠を2つ表向きにする。自分のデッキのカードを上から3つ見る。その中から服部栄一か遠山和和を1枚まで公開して手札に加え、残りを好きな順番でデッキの下に移す。この能力は自分の現場に服部栄一か遠山和和がいる場合に宣言できる。青の厄介な難事件の対となるような緑の事件カード。緑は服部栄一と遠山和和の組み合わせが鍵を握るデッキであり、平次と和和を採用しない緑単デッキは考えられないので、この事件カードの登場はありがたいところです。まずはレベル8黒金刃。なんと色は白。剣道といえば緑のイメージがあったので緑になるかと思いましたが白になったんですね。新則。自分ターン中ターンに、このキャラに特徴刃のカード1枚がセットされるたび、このキャラをアクティブにする。自分ターン終了時、このキャラに特徴刃のカードが2枚以上セットされている場合、手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の刃キャラを1枚まで選びスリープ状態で登場させる。どうやら黒金刃側のキャラのシステムとしては特徴刃のカードをセットすることのようですね。公式ホームページではこのカードのセットは技を身につけることらしく、最大3回アクションとキャラ展開は強力そうですね。セットするカードが合気道和和のようにキャラ能力でノーコストでセットできるのか、それともイベントカードでネクストヒントを使ってセットしなくてはいけないかで評価が分かれそうですね。セットするのはイベントカードとなりました。ランの一撃のようなキャラを除去してセットするイベントであり、このカードと組み合わせると規格外の性能を発揮します。対戦動画を公開しています。レベル8黒金刃。2種類目のレベル8黒金刃。新則。自分の手札にある白刃イベントをレベルマイナス1する。自分ターン中ターン1。このキャラに刃のカードがセットされた時、自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の刃キャラを1枚まで選び、スリープ状態で登場させる。注目したいのはセットカードされると展開できる能力。この能力はレベル5将の助と相性が良いため、アクション後にセットカードをして将の助を登場させることで、もう一度アクションを狙っていきたいところ。白の刃デッキでは数少ないイベントセット対象になるため3積みですね。個人的に AP をうっかり8000と思ってしまう1枚 AP7000 です。注意しましょう。レベル4峰さやか。登場時デッキの上3枚を見て特徴刃を手札に加え残りをリムーブ。解決編の場合に手札を加えた場合は手札を1枚リムーブ。刃デッキはおそらくほぼ全てのカードが特徴刃持ちになるため非常に使い勝手の良いカードとなります。またパラレルも公開されており、コミックス一貫表紙の牧歌的なイラストが使われていますね。刃デッキにおいては反復的に登場させることになるキャラ。緑の雲男とどうして差がついたのでしょうか。レベル6佐々木小次郎。ご存知、蘇った宮本武蔵の好敵手。登場時このキャラ以外の刃キャラがいる場合、突撃を得る能力と、アクション事件をした際に相手はひらめきを発動できない能力を持っています。レベル6条件付き突撃にしては AP6000 かつひらめき不能能力を持っており、さらにひらめきスリープまで持っているためカード単体で見るとカードパワーは高めの1枚ですね。レベル2キャラとして宮本武蔵。なんとカットインの能力が2つあり、1つは自分ターン中 AP+2000、もう1つは自分のリムーブエリアにある刃イベントを1枚手札に加える能力。宮本武蔵は雷神の剣を抜くことができる伝説の侍を400年間待ち望んでいた人物であり、黒金刃が雷神の剣を抜いた後は師匠的なポジションとして活躍していました。刃デッキにおいてはリムーブに落ちたイベント回収を行える必須級のカード。パラレルは若かりし頃の姿が描かれたデザイン。画風の変化もありますが後に描かれたタイムスリップした回の宮本武蔵の方が個人的には好みですね。レベル7柳生十兵衛光義。突撃。事件刃ターン1。相手の現場にいるキャラがこのキャラとのコンタクトによってリムーブされた時、手札を1枚リムーブしてもよい。自分は証拠を1つ得る。
鬼丸によって現代に蘇りましたが、師匠の宮本武蔵がいる黒金刃一行に加わることにレベル8毛利乱を調整したようなカードであり、 LP0 のカードが多く推理で証拠得にくい刃デッキではキャラを減らしつつ証拠を取れるこのキャラは重要なポジションになりそうですね。そんなことはありませんでした。レベル7鉄拳十郎、登場時手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル6以下の特徴刃のキャラを1枚まで選び、スリープ状態で登場させる。原作ではかなり空気だった刃のお父さんですね。とはいえ能力はかなり優秀で、リムーブエリアにあるレベル6以下刃キャラを登場させることができます。登場させたいキャラの筆頭は正之助や龍神、レベル6黒金刃でしょうか。レベル6黒金刃、登場時自分のデッキを上から刃イベントが出るまで1枚ずつ公開して手札に加える。役割としてはレベル6中森銀蔵的なカードであり、おそらくイベントカードが重要な刃デッキにおいては重要なポジションのカードになるかと思います。ちなみにパラレルイラストに描かれている青山車両は青山先生のご実家ですね。レベル2黒金刃、カットイン AP タス2000のレベル2キャラカード、やたらとふざけたカードイラストですが、黒金刃が徳島県の緊張狸の一族と協力して風魔小次郎を撃退した際の最後のコマがカードイラストにされています。レベル5影虎、刃1話に黒金刃を食べようと登場しますが意図せず撃退され、さらに黒金刃とピンチに陥った際に逃走の足となり、以降は様々なキャラの足として使われている虎ですね。能力としてはパックに収録されるカードとしては初のシンプルな元ツキャラ。レベル3カッパのケロ吉、レベル3ミスリード1 AP タス1000カットインという標準的なステータスのキャラカードですね。レベル4ゲロタゲロザエモン、自分ターン中ターン1自分が白の特徴刃のイベントを使用した時カードを1枚引く。最初に登場した8機種、最初は黒金刃の敵として登場するものの、一度敗れた後は黒金刃の一行の一人となります。カード性能に全く触れていない刃デッキはターン終了時にリムーブからレベル5以下刃キャラを登場させることが多いのですが、このカードは相手ターンを生き延びないと能力が発動せず、加えて LP0 のため登場時に即座に能力が使え、さらに LP1 の峰さやかに分配が上がりますね。レベル5正之助、解決編登場時手札を1枚リムーブする。そうした場合、自分の現場にいる LP0 の黒金刃を1枚までアクティブにする。黒金刃の移動手段として作中活躍していたハゲタカの正之助、能力としては毛利乱をアクティブにするレベル5コナンとほぼ同じであり、刃デッキはおそらく重宝するカードになるでしょうね。変わったところで白黒デッキでレベル6ベルモットの登場先として少し注目されています。レベル3ナマコ男、ランのストラップについていて存在はなんとなく知ってる人も多いのでは。能力は自分ターン中 AP タス3000と標準的なもの。黒金刃を倒すために登場した8機種の一人ですが、あまりにも弱すぎたため黒金刃の一行となります。レベル6龍神、宣言リムーブエリアに移す。刃のキャラを1枚まで選びアクティブにするか突撃を与える。作中、黒金刃に能力や成長の機会を与える神的なポジションのキャラですね。宣言なので任意のタイミングで突撃を与えたりアクティブにできるため、ワンショットパーツ寄りの刃デッキには必要そうです。変わったところで白黒デッキでレベル6ベルモットで登場させたレベル5黒バカイトから登場させる候補として注目されています。もう1種類のレベル2キャラは大和なでしこ。こちらはレベル2キャラとしては定番のカットイン AP タス2000のキャラ。漫画版では鬼丸武との一時休戦するほどの強さを持った新アキラボスキャラ的中部屋を退けた後の17巻の1話だけ唐突に登場した大和なでしこですが、現在放送中のアニメ「マサムライデン刃」ではかぐや登場前の7巻ら編のエピソードとして登場しています。レベル7雷斬りが公開されました。 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。このイベントを自分の現場にいるレベル8以上の刃のキャラ1枚にセットする。自分のデッキのカードを上から3枚リムーブする。単体での性能は7イベントでキャラ1体をリムーブするだけですが、注目したいのは刃キャラにセットすることができる効果。レベル8黒金刃はカードがセットされるとアクティブになるため、このカードと組み合わせるとキャラ1体除去と AP8000 の迅速がアクティブになりますね。ちなみにテキスト最後の自分のデッキ3枚リムーブを行う際にデッキが3枚未満の場合はどのようになるかは最低待ちですね。続いてレベル6旋風剣、相手の現場にいるレベル7以下のキャラを1枚まで手札に移す。このイベントを自分の現場にいるレベル8以上の刃のキャラ1枚にセットする。このイベントがセットされているキャラは自分ターン中 AP タス2000を持つ。
相手のレベル7以下キャラを手札に戻しつつ AP+2000 を与えられるセットカードになるイベント。レベル6で打てるのでパートナーで推理したい時には使える1枚。レベル7刃進化下流風車。このイベントを自分の現場にいるレベル8以上の刃のキャラ1枚にセットする。このイベントがセットされているキャラはアクティブ状態のキャラにアクションできる。相手ターン中キャラにセットされていたこのイベントがリムーブエリアに置かれた時、自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の刃キャラを1枚まで選び、スリープ状態で登場させる。今までの刃イベントカードは単体でも除去カードとして使用可能でしたが、風車はセットできないとほぼ意味のないカードとなります。しかし、能力としては強力でアクティブ指定アクションと、後続キャラを登場させることができる効果を持っています。同じく特徴刃を含む事件カードとして、白短事件伝説の玉探し、解決編じて札を1枚リムーブ、解決編宣言ターン1裏向きの証拠を2つ表向きにする。自分のリムーブエリアにある刃イベントを1枚まで手札に加える。刃デッキにおいては必須級のカード、ミステリーレアレベル級怪盗キット&白馬探る。宣言ターン1このキャラか、このキャラと同じ特徴を持つキャラを1枚スリークさせる。相手の現場にいる AP8000 以下のキャラを1枚まで選び、デッキの下に移す。で、テキスト的に分かりづらいですがもう一つの能力が、自分のターン終了時、自分の現場にスリープ状態かスタン状態のキャラが合わせて、3枚以上いる場合、キャラを1枚まで選びアクティブにする。パートナーエリア発動か。まずは宣言ターン1のキャラを除去する能力。一応、このキャラ自身をスリークさせることで除去はできますが、さすがに6段環境でレベル9のキャラが2段のフルや霊みたいな運用を主にするのはちと弱いですね。狙うべきはやはりレベル8毛利小五郎のようなスリークさせることに意味があるキャラを寝かしたり、また、レベル8白馬探ると組み合わせて相互にスリークさせて、ターン終了時に3体以上スリークという現場を作ってターン終了時にアクティブにさせる運用でしょうか。このカードイラストはコナンとキッドの共同推理のエピソードをモチーフにしたものであり、事件終盤に毛利蘭に対してキッドが言った手首が抜けて花が出るマジックを白馬探るに披露していますね。怪盗デッキに採用するよりも探偵、高校生デッキに採用すると良さそうですね。基本的に複数種類収録され続けた怪盗キットの収録が交錯する刃ではこの1枚となりました。次のパックではたくさん収録されると良いですね。レベル8中森銀蔵。なんと中森銀蔵が SR か。突撃。ターン1このキャラ以外の警察キャラがコンタクトによって相手キャラをリムーブした時、カードを1枚引く。宣言ターン1手札を1枚リムーブする。警察のキャラを1枚まで選び、ターン終了時までアクティブ指定アクションを与える。白タンは警察デッキが構築できるほどカードが多いわけではないので、白デッキにてこのカードを採用することになりそうですね。能力的には真理のパートナーから現在も活躍している高さコンビと相性が良く、AP7000 に上昇したレベル7高木のアクティブ指定可能2回アクションは強力そうですね。レベル7京極誠。ライフルを避けるテクニックを教えてくれる京極さん。突撃キャラ。絆鈴木その子ターン1。相手の現場にいるキャラをコンタクトによってこのキャラがリムーブした時、手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、このキャラをアクティブにしたターン終了時まで突撃キャラを失い、突撃事件を得る。条件を満たすと二の矢で事件突撃できる京極さん。イベントカード、鈴木かと京極誠とは極めて相性が良く、手札を補充しつつ、コンタクト先を作りながらこの京極さんを登場させられますね。レベル5鈴木その子。事件編宣言スリープカードを1枚引く。解決編宣言スリープ相手の現場にいるレベル7以下のキャラを1枚まで選び手札に移す。なんとレベル5キャラがレベル7以下キャラを除去できるという破格の性能を持っていますね。鈴木財閥デッキだけでなくあらゆる白単デッキで採用を検討できる1枚。レベル3工藤由紀子。絆工藤優作解決編登場時カードを1枚引く。レベル6工藤優作とプロモレベル7工藤由紀子と組み合わせて、工藤優作の能力で登場させろと言わんばかりの能力ですね。レベル3にしてはステータスや能力は高水準なので採用してみてはいかがでしょうか。レベル7先行弾。自分と相手の現場にいるスリープキャラを全てスタンさせる。スリープキャラを全てスタンさせるダイナミックな能力のイベントカード。スタンの制圧力がかつてほど高くないためこのカードの活躍は限定的でしょうか。ちなみに緑の伊達や坂田の後に発動すると相手の全てのキャラをスタンさせられますね。レベル8かぐや。なんと黒金刃、鬼丸だけでなくかぐや様まで参戦。気球を手に入れるため黒金刃と鬼丸の間に割って入り、初戦では2人をまとめてあっさりと撃退したほど強力な力を持っています。
その力はコナン TCG でも健在で、事件刃手札から使用する場合、このキャラは事件カードの色を無視できる。登場時、自分のリムーブエリアに刃カードが14枚以下の場合、レベル7以下のキャラを1枚までデッキの下に移す。自分のリムーブエリアに刃カードが15枚以上の場合以下を順に行う。自分のリムーブエリアのカードを全てデッキに移し、シャッフルする。キャラを1枚まで選びデッキの下に移す。カードを1枚引く。相手は手札を1枚リムーブする。相手は証拠を1つ得る。注目したいのは刃カード15枚以上の際のダイナミックな能力。端的に言うと、リフレッシュを強制に発生し、1除去と1ドロー、1ハンデスを行います。とはいえ刃カード15枚以上という条件は純粋な構築でも達成が難しいのが正直なところ。現状、白と緑の刃デッキがあるわけなのですが、色を問わず刃カードを手札に加えられる峰さやかを要し、リムーブエリアが増えるのが早い白の刃デッキの方が、登場させるチャンスが多そうですね。しかし、ファイルが8あり、手札が6枚ある場合合計でカードを14枚使っていることになります。残りの26枚のカードのうち、半分以上がリムーブに落ちていて、さらに1イベントや7変装キットがデッキに入っているとさらに難易度が上がりますね。個人的に家具やサポート事件が登場すると思っていましたが出ませんでしたね。ミステリーレアレベル9置きヤスバル&セアマスミ。登場時カードを1枚引き、手札からレベル7以下の赤いキャラを1枚まで登場させる。宣言ターン1ファイルエリアにあるカードを上から2枚リムーブする。ターン終了時、自分のファイルにあるカードが5枚以下の場合、デッキのカードを上から2枚、1枚ずつ裏向きのままファイルエリアの上に置く。パートナーエリア宣言か。登場時能力はミステリーレアにしてはややマイルドな性能の赤いキャラ登場能力。このカードの進化は2番目の能力であり、ターン中、ファイル2枚失うことでターン終了時にファイルが2枚回復するという、一見するとファイルを時間差で入れ替えているような能力です。この能力は4段以降の赤いキャラの特徴となりつつあるファイル5枚以下の時に宣言ができる能力や効果の発動のためであり、現在の赤いデッキのリーサルはないけどファイルをとりあえず使わないと相手のキャラを除去できないという場面で、この能力を使うとファイル5以下で発動できる能力を使いつつ、次のターンはファイル8や9でスタートできるというものです。すでにこのカードはプロ棋士カードで遊んでみたのですが、やはりこのカードを採用するデッキとなるとファイル5以下で発動するカードを多く採用せざるを得ません。しかし、このカードを引けない場合にファイル5まで削って対応した次のターンにこのカードを引くと、このカードが腐ってしまうため、ちょっと使いどころが難しいカードですね。レベル8メアリーと組み合わせると非常に強力なのですが、このカード自身もレベル8メアリーもいずれも癖が強いカードなのでデッキ構築の腕の見せ所でしょうか。また特徴探偵を持ち、コストの支払いがある能力なので、クス川探偵でファイル2枚をリムーブ踏み倒しも考案されています。そちらに関しても動画で軽く触れていますのでご覧になられると幸いです。レベル7広田正美、いや、宮野明美。コミックス2巻の陣と対峙する宮野明美。背景の雲がこの時に描かれた宮野志保のシルエットの形になっていますね。宣言ターン1スリープ糸から1つ選んで行う。レベル5以下のスリープ状態のキャラを1枚まで選びリムーブする。レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。このキャラをスタンさせる。2つの能力があり、1つ目はスリープ状態のレベル5以下のキャラを除去する能力。同パックに収録されるレベル6ジェームス・ブラックの方が強力かと思います。2つ目の能力は赤のレベル7ではおなじみになった宣言スリープ足す追加コストでレベル7除去する能力ですね。このカードは自身をさらにもう一段階寝かせてスタンさせることでレベル7以下除去ができます。レベル7女理先生や沖安バルと比較すると単体で除去が行えるのはメリットですね。特徴を全く持たないところが気になるところですね。個人的にはレベル7女理の代わりに採用もありかなと思っています。レベル6ジェームス・ブラック。解決編登場時相手の現場にいるレベル5以下のキャラを1枚まで選び、手札に移す。宣言スリープ相手は手札を1リムーブする。この能力は相手の手札が4枚以上ある場合に宣言できる。4段環境以降大活躍しているレベル6ジェームス・ブラックがパワーアップしました。無駄にハンデス能力とひらめき1ドローまで持っており、恐ろしくハイスペックな1枚になっています。レベル7女理スターリング。パートナー赤突撃キャラ。ファイル6このキャラのアクション終了時、このキャラを現場からリムーブしてもよい。そうした場合、手札からレベル6以下の FBI キャラを1枚まで登場させる。名探偵コナンのベルモット編のフィナーレを飾る。黒の組織と真っ向勝負、満月の夜の二元ミステリーにおいて、どうして年を取らないの
と言いながらベルモットを追い詰めるシーンがカード化。赤にしては珍しい突撃キャラとアクション後にレベル6以下の FBI キャラを登場させられる能力があります。まず比較すべきはレベル7をキヤスバルでしょうか。レベル7をキヤスバルが現場の高レベルな赤い周1もしくはライを要求してもう一度アクションできるのに対して、こちらはアクション後の自身をリムーブさせた後に手札から後続が登場する能力。登場先の候補はレベル6ジェームス・ブラックやレベル5アンドレ・キャメルでしょうか。やはり赤はレベル7体は強力なカードが多いため、個人的には採用する理由はまだちょっと薄いかなと思っています。レベル8羽田周吉。宣言ターン1レベル6以上の赤いキャラを1枚スリークさせ、デッキのカードを上から3枚リムーブする。この宣言能力のコストによって赤いキャラがリムーブされた場合、AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。ひらめきスリーク。戦術のセラマジュンと組み合わせて使えというような羽田周吉。もちろんこのキャラ自身も赤いキャラなので自身をスリークさせることができます。ただ個人的に前述のレベル7セラと相性は良いものの、赤い毛デッキにする場合は4段 SR レベル7セラマジュンで良いような気がするので、ミステリーレアオキヤ&セラ、レベル8羽田周吉、レベル7セラを組み合わせた新しい赤い毛デッキを検討したいところですね。レベル6アンドレ・キャメル。登場時自分の能力や効果によって登場した場合、ターン終了時までこのキャラを AP 足す戦士、突撃を持つ。能力効果で登場すると AP を上げつつ突撃を得られるアンドレ・キャメル。4段赤い周1で登場させて突撃を与えることを想定しているデザインですね。謎めいた乗客で登場させても突撃を得られますが、正直他のレベル6突撃を与えたり得られる赤のキャラと見比べると手間がかかる印象が否めませんね。レベル7セラマスミ。相手ターン中現場リムーブ時カードを1枚引き、手札を1枚リムーブする。宣言ターン1レベル7以下のキャラを1枚までリムーブする。この能力はこのキャラがスリープ状態かスタン状態の場合に宣言できる。ノーコストでレベル7以下除去が行えるセラマスミ。とはいえスリープ状態にする必要があり自身ではスリープ状態になれないため、他のカードの能力や効果でスリープさせる必要がありますね。レベル3安本光。自分ターン終了時、自分の現場にいる安本光以外のキャラを1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分は証拠を1つ得る。赤黒デッキにしてレベル5ウォッカやレベル7ウォッカと組み合わせて、ノーコストで証拠を得たりしてみたいですね。レベル6説得するよりこの方が早い。解決編 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。自分のファイルエリアにあるカードを上から1枚手札に加えてもよい。そうした場合、AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。ひらめき1ドロー。レベル5除去イベントを2連発できるような除去イベント。ファイル5まで持っていきたい赤い毛デッキには採用が検討できますね。またひらめき1ドロー地味に嬉しいところ。このカード自身にパートナー指定がないため緑赤デッキで後ろの女と組み合わせ。後ろの女で除去できない AP6000 のキャラをこのカードで除去しつつ4体除去が狙えます。ミステリーレアレベル9アムロトール榎本あずさ。パートナー期登場時相手は手札を公開する。その後、元に戻す。レベル9以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。宣言ターン1、カードを1枚引き総裁地する。レベル7以下のカードが発見された場合、自分は手札を1枚リムーブする。パートナーエリア宣言か。まず1つ目の登場時能力は相手の手札の確認と、テキスト的にやや分かりづらいですが現場のレベル9以下のキャラを1枚リムーブできます。手札をチェックできるのは結構重要で、次のターンリーサル不能な場合はファイル7の固視したり、逆にファイルを一気に使い切って走るプランも検討できそうですね。またパートナーエリア宣言可能な能力は総裁値がうまくいけば単純に1ドロー。失敗しても手札交換であり、ノーリスクハイリターンな能力となっています。2枚目のミステリーレアを登場させる前に宣言する意味がある能力ですので、このミステリーレアは極めて強力なカードと言っても過言ではないでしょう。また、先行してパラレルイラストも公開されました。海の家的な出張回転を思わせるイラストとなっております。レベル8松田陣平。ついに松田陣平のレベル8が登場。パートナー期宣言ターン1スリーク。相手の証拠を1つまで選びデッキ下に移す。相手の現場にいる AP8000 以下のキャラを1枚まで選び、相手はそのカードを表向きのまま証拠として得る。ミステリーレアのキャラを選んだ場合、相手は証拠を表向きで1枚得る。ひらめきスリープ。2段と3段のフルや例を足して2で割ったような能力。スリープして相手キャラ1体証拠化という除去能力は月並みといった印象ですが、ひらめきスリープを持っているのは地味に優秀ですね。レベル7萩原健二。アニメ版揺れる警視庁、
1200万人の人質のプロローグで描かれた萩原健二をモチーフとしたイラストでカード化。突撃。このキャラがアクションした時、自分の裏向きの証拠を一つ選び表向きにし、相手の裏向きの証拠を一つ選び表向きにする。選べる場合必ず選んで表向きにする。合わせて2つ表向きにした場合、ターン終了時までこのキャラを AP 足す1000する。突撃とアクション時に自分と相手の証拠を1枚ずつ表にする強制能力と、それに成功した場合 AP が1000上昇します。選べる場合必ず選ぶというのはかなり珍しいテキストですね。最近では能力付き事件が注目されてチャレンジ戦などでも採用デッキが多く見られるため、割と1枚めくるだけでも3枚めくりの条件が厳しくなったりします。が、正直 AP7000 の突撃というのは現環境ではさほど珍しくないため、証拠をめくることで何か誘発する能力のキャラが欲しいところですね。松田迅平とか松田迅平とか。松田迅平は登場しましたが類似能力みたいな感じになりましたね。レベル7萩原千和やパートナー期突撃。ファイル6以上相手の現場にいるキャラをこのキャラがコンタクトによってリムーブした時、このキャラを現場からリムーブしてもよい。そうした場合、手札から萩原千和や以外のレベル7以下警察キャラを1枚まで登場させる。最近増えつつあるアクション簿に入れ替わる系能力の萩原千早さん。登場先は無難にレベル7高木渡や長野県警ならばレベル7諸伏高秋谷大和勘介。5段環境で採用率は下がりつつあるもののレベル7諸伏広光を登場させても良いかもですね。レベル4宮本由美。登場時自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中から警視庁のキャラを1枚まで公開して手札に加え、残りを好きな順番でデッキの下に移す。初の警視庁キャラサポートであり、手札が増える優秀な宮本由美。現在黄色は長野県警が環境で活躍していますが警視庁も活躍してくれるんでしょうか。レベル2安室徹。レベル2榎本あずさから1年以上経って特徴喫茶ポアロの AP 足す2000カットインレベル2キャラ。レベル7榎本あずさ。登場時このキャラをスリークさせてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル5以下特徴喫茶ポアロを1枚まで登場させる。リムーブから展開できる榎本あずささん。登場させたいキャラはレベル5安室好きやレベル4榎本あずささんでしょうか。全てのキャラを喫茶ポアロにする榎本あずさ誘拐事件によって、あらゆるレベル5以下キャラをリムーブから登場させられる能力となりますね。レベル3大江忍。萩原千和やの友達。相手ターン中ターン1このキャラが指定されたアクションをガードした時、ガードしたキャラをアクティブにし、ターン終了時まで AP 足す2000する。大江忍を指定したアクションをガードすることによって、そのガードしたキャラをサポートするカード。積極的に応援人で推理したりアクションしたりして、相手が大江忍にアクションしたくなる状況を作り出したいですね。レベル2金丸レイタ。喫茶ポアロの臨時マスター。喫茶ポアロ限定の1ドローカットイン。レベル4山村美沙ミスリード2。初のミスリード2の山村美沙ミスリード2を生かすとなると相手の LP2 キャラをあえて残したままターン終了してみるというプレイになるのでしょうか。新しいプレイが開発されそうですね。レベル6高木くんのおごり。以下から1つ選んで行う。自分の現場に喫茶ポアロキャラが3体以上いる場合代わりに2つとも行う。アクティブ状態のキャラを1枚までスタンさせる。スリープ状態のキャラを1枚までスタンさせる。パートナー指定がなくなった代わりに喫茶ポアロキャラを要求するよう名探偵といったところ、喫茶ポアロのキャラ能力は展開する能力が多いため現場喫茶ポアロキャラ3体というのは比較的満たしやすい条件だと思います。とはいえスタンは除去ができるわけではないので、アグロで一気に展開しつつこのカードを発動して勝利を目指したいところですね。事件カード榎本あずさ誘拐事件。能力付き事件共通の解決返事。手札を1枚捨てる能力と解決編宣言ターン1裏向きの証拠を2つ表向きにする。ターン終了時まで自分の全てのエリアにあるキャラは喫茶ポアロを持つ。全てのエリアにあるキャラを喫茶ポアロにしてしまう。コナン TCG で悪いを見ない能力を持つ事件カード。この事件カードを使用した動画は先日公開しています。この全てのエリアというのは手札も含むのかは最低待ちですね。レベル9ミステリーレアベルモット&シェリー。宣言ターン 1AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この能力は自分の現場に黒ずくめの組織のキャラが2枚以上いる場合に宣言できる。宣言ターン1自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中からカットインレベル8以下黒のカードを1枚まで公開して手札に加え、残りをリムーブする。レベル4以上のカードを手札に加えた場合、手札を1枚リムーブする。
この能力は現場に黒ずくめの組織キャラが2枚以上いる場合宣言できるパートナーエリア宣言か。1つ目の能力は現場に黒ずくめの組織キャラが2枚以上あれば除去が行える能力。このキャラ自身が黒ずくめの組織キャラかつほぼ黒のカードは黒ずくめの組織キャラなので実質条件なしで除去が行えるのは強力ですね。2つ目の能力は手札増強能力。この能力で先ほど紹介したレベル8ラムを手札に加えることができればかなり強力。レベル8ラムでなくともレベル3以下のキャラならば手札を増やすことができますし、リムーブが早く超えるためミーつけたとの相性も良さそうですね。このベルモット&シェリーはイラストだけでなく性能面でも人気になりそうな1枚ですね。レベル8ラム事件黒パートナー黒登場時レベル8以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。カットイン自分ターン中 AP+3000。事件色にも黒を必要とする変わった条件のラム。能力自体はレベル8以下のキャラを条件なしで除去できる極めて強力なカード。さらにおまけにカットイン AP+3000 があるため、相手がアグロといったファイルを多く使いつつ展開するデッキだった際に、それについていくためにこちらもファイル7スタートとなった際でも、このカードをあえて登場させず、あえてアクションして相手の甘いガードに不意に AP+3000 を叩き込んでコンタクトリムーブができたり、そもそも黒はカットインサポートも多いため手札に持ってくる手段も多いでしょう。レベル4ベルモット登場時手札からカットインを持つ黒のカードを1枚リムーブしてもよい。そうした場合カードを2枚引くレベル4アンドレのタイとなるような能力のベルモット。黒のカットインカードは増えていってるのでレベル4シェリーよりも採用を優先しても良いかもしれませんね。プロモパックボリューム8で収録されているレベル2犯人とは相性が良く、手札の増強をしながらカットインの威力を上昇させられます。レベル7キャンティ突撃カットイン AP 達成。そしてそんなキャンティをサポートするレベル2コルン。自分ターン終了時このキャラをスリークさせてもよい。そうした場合自分の現場のキャンティを1枚まで選びアクティブにする。自分の現場のキャンティ1枚までアクティブにする。キャンティをサポートするコルンが登場。戦術のレベル7キャンティと組み合わせても良いですし、レベル4キャンティと組み合わせてみてもいいでしょう。レベル7陣解決編宣言自分の現場にいる黒のキャラを1枚リムーブし、手札からこのキャラをスリープ状態で登場させる。このターン中自分はカード名陣を使用できず登場させることができない。この能力はこのカードが手札にある場合に宣言できる。コナン TCG 初となる手札から宣言できる能力を持った陣。やはりリムーブさせるのはリムーブから復活するウォッカでしょうね。ウォッカをリムーブしつつ登場させられればネクストヒントを使わずに展開ができるのは優秀。なお陣を使用できないというのはすでに現場にいる陣の能力や手札の陣のカットインも含めるのかは不明ですね。レベル7かパートナー黒解決編全てのキャラをリムーブする。自分のファイルエリアにあるカードを上から2枚手札に加え、手札からレベル7以下の黒キャラを1枚まで登場させる。このターン中自分はネクストヒントできない。全てのキャラをリムーブする陣をイベントカードにしたかのようなダイナミックなイベントカード。このイベント発動後に突撃キャラを立て続けに並べて一気にリーサルにできないように、レベル7以下キャラを登場させた後にネクストヒントができない制約を課せられます。登場させたいキャラの筆頭はプロモレベル7ラム。このラムの能力でレベル6バーボンを登場させて、バーボンの能力でレベル5復活ウォッカを出して、このウォッカを効果リムーブして手札宣言レベル7陣を登場させると4面展開ができます。普通に突撃ウォッカや迅速バーボンを登場させても良さそうですね。ブラックインパクト初となるレアでフルカラーの事件カード。能力付き事件カード共通の手札1捨て能力と解決編宣言ターン1証拠を3枚表向きにする。相手は手札を1枚リムーブする。この効果で相手がレベル6以下のカードをリムーブした場合自分は1ドロー。相手をハンデスさせ弱いカードを捨てた場合こちらに1ドローできる能力を持っています。やはり証拠3枚めくる必要があり連発が難しいのがネックですね。捨てる手札も相手が選択できるのもやや残念なところ。青黒事件白の世界黒緑事件満月の夜の二元ミステリー白黒事件漆黒のミステリートレイン黒の多色事件が登場。これで黒の全ての色の組み合わせができるようになりました。いずれも黒の組織が絡むエピソードのため原作においても大きなエピソードだらけですが、ベルモット編のフィナーレを飾る名エピソード満月の夜の二元ミステリーが黒緑事件に使われるというエピソードの安売り感を否めない使い方に自分を含め不快感を示す方が SNS で見られますね。確かに緑陣営と黒の組織が接点のエピソードが極めて少なく二元ミステリーはその一つなのですが、
やはりもっと温めておいてほしかった感はあります。すでに緑単色で事件カード化されていますが、後に黒の組織の一員と判明する沼淵が登場するなにわの連続殺人事件がちょうど良かったように感じます。紅の修学旅行。黒を除く全ての色の高校生を手札から使用できる事件カード。前回の集められた名探偵といいデッキビルダーの腕の見せ所ですね。以上、工作する刃全カード紹介でした。1時間以上ご視聴ありがとうございました。工作する刃は2025年8月23日発売です。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。